このカード、何が3枚入ってるかを、ポイントカードは極力持たないようにしてるけど、どうしても必要な場合は、この黒いカードを誕生日プレゼントでいただいたものなんですけど、仮想通貨とか、積み立て NISA で投資してるとかっていうのも、ポイントまで含めて全部自分の資産がいくらあるかっていうのも、ということで、ミニマリスト支部の財布の中身&愛用キャッシュレスサービスまとめということで3ページにまたがってますが、これ全部紹介していきます。財布の中にカードが何枚入っててどういう意図で使ってるのかとか、概要欄にもう僕が紹介するサービスとか、カード全部まとめておくので、そちらを見ていただきつつですね、こちら、はい。皆さん、このスマ講座ご存知でしょうか？すいません、ちょっと、息切れしてるんで、ちょっと休憩させてください。今回の動画、こちらの駿河銀行さんのスマ講座の PR で制作させていただいてるんですが、これなんと、PayPay とか LINEPay に入金チャージする専用の銀行口座っていう、すごい今時で、僕も実際に申し込んでお試しさせていただいてるんですけども、というのも僕、後でお話しするんですが、楽天銀行ユーザーなんですね。で、楽天銀行を使ってる方、共感してもらえると思うんですけど、PayPay チャージできませんよね。LINEPay はいけるのに PayPay はチャージできないって、昔は楽天銀行でも PayPay にチャージできてたのにっていうので、僕どうしてるかっていうと、お恥ずかしいことに、楽天銀行からわざわざ毎回現金を ATM 手数料払ってお金下ろして、で、セブンの ATM で、現金で PayPay に入金してるっていう、すごい手間もお金もかかることやってて、かといってじゃあPayPay に対応してる銀行口座を楽天からわざわざ新しく作って乗り換えるかって言われるとちょっとめんどくさいしなってずっと後回しにしてたところ、渋さん、このスマ口座だったらなんと、最短即日で申し込みできますと。ちなみに僕の場合は、3日間かかったんですけど、審査出るのに。混んでなければ最短即日。僕の場合3日でしたと。で、これしかもなんと、ハンコとか書類送らなくても、すぐに、口座開設できちゃうっていうので、サブ口座としてどうですかと。で、しかも1回、1000円以上チャージするたびに5円お金が返ってきて、マックス毎月500円お金返ってくるから、もう本当にキャッシュレスにチャージする専用の口座として最適ですよっていうので、いや、これ僕もいいなと思って試させていただいてるっていうので、はい、今回動画を作っておりまして、で、具体的に今から財布の中身と、で、この愛用してるサービス、一個一個紹介していきます。で、まず僕ですね、そうだ、他にもこういう書類ケース持ってまして、この中にパスポートとか入ってるんだけど、現金ですね。結構僕もう現金、特に小銭は持ち歩かない生活してるんだけど、やっぱり現金しか使えないお店とかでどうしてるの、小銭どうしてるのみたいな、この中に入れてるんですけど、あとこの財布の中に入りきらないような、たまにしか使わない保険証とか、キャッシュカードとかはここに入れて収納してるみたいな、そういうちょっと細かいお金回りの事情を話していきます。で、早速、最初、アナログ財布。で、僕も財布はスマホと一体化させて、財布は別に持ってないっていうので、スマホにカードが3枚とお札と鍵ですね。で、小銭は持ち歩いておりません。で、このカード、何が3枚入ってるかを紹介していきます。で、この中ですね、まず一つ目が、ズームしようかな。ほっ。こちらですね。僕のプライベートのメインカードはこのキャッシュ、スーパー、コンビニとかでお買い物するときはこれ。で、2枚目がこちら。これ僕の会社の、経費用のビジネスカードですね。今ちょっと暗証番号見えないようにテープ貼ってますが、これ経費用のカード。で、これが、身分証として今マイナンバーカード入れてるんですけども、3枚目は結構もうフリー枠っていう感じで、僕あんまり身分証は普段持ち歩いてません。どうしても例えば、契約に行きますとか、身分証が必要な時だけ持っていくんだけど、そうじゃない時って例えば身分証とかなくしちゃったりするの怖いから、極力入れておかないで、
で、まあ3枚目は結構僕、今、これですね。このデジタル名刺っていうものを結構入れてることが多いかな。でこのデジタル名刺何かっていうと、まあこれちょっとキャッシュレス関係ないんだけど、まあこう、相手のスマホの裏にピッてやると、はい、今これですね。僕の名刺がパッと送れるっていうサービス。まあこれだったらわざわざ紙切れの心配とか、まあ、部署が変わった時にまた名刺作り直したりする必要がないからっていうので、しかもね、こう名刺交換のテーマを保てるっていうので、まあ、僕はこれを結構3枚目に入れてることが多いっていうので、まあ、3枚目はフリー枠っていう感じで、その都度必要なものを、このスマホ裏の財布に入れてるっていう感じですね。で、まあ、キャッシュっていうカードなんですけど、これ実はクレジットカードではなくて、で、僕、あんまりクレジットカードを普段使いしないようにっていうのを、こう、無駄遣いしないためにクレカを使わないっていうのを実は心がけておりまして、で、これ、キャッシュっていう、実は、まあ、チャージ、プリペイド式のこうナンバーレス、番号が書いてないシンプルなカードなんですけど、で、僕さっき楽天銀行をメインに使ってるっていうので、まあ、これ、キャッシュカード兼、楽天デビットカードなんですけど、まあ、要は、このお金をここにチャージして、これで支払うってことをやってます。でそうすることで、まあ、このデビットカードの 1% 還元と、さらにここでのポイント還元が二重取りできるし、まあ、あとこれね、また番号を隠してますけど、結構ね、YouTuber 的にこういうね、番号を書いてるカード、本当に個人情報流出につながるから嫌なんですけど、あと、まあ、ミニマルなデザインじゃないしっていうので、こういうカードを使ってる、ナンバーレスカードを使うようにしてるんですが、で、これクレカではないです。で、他にもこういう僕、エポスカードっていう、まあ、クレジットカードを持ってるんだけど、もうこういうのは固定費、普段のスマホ代とか、通信費、ガス代とか、まあ、あとこうもう何十万する大きな高額決済だけはこういうクレカ使うようにしてるんですけど、もう普段のスーパー、コンビニ、飲食店とか、細々したものはもうこういうデビットカードで先払いするようにしてます。というのも、僕クレジットカードの1ヶ月遅れのタイムラグがすごい苦手で結構無駄遣いしちゃうというか、もう使った瞬間に早く引いてほしいんですよね。で結構これ、キャッシュレス使ってると無駄遣いしちゃうよっていう方ありがちなのが、やっぱりそのタイムラグが苦手。で実際まあ科学的な研究とかでもやっぱりこの現金とかデビットカード使う人よりもクレジットカード使う人の方がやっぱ毎月の請求額、出費が大きくなってるっていうので、そうそう。僕は極力こういう、もうすぐ使って引き落とされるカード、デビットカードとかプリペイドカードを使うように心がけてるっていうのが、まあ、無駄遣いしない習慣の一つですね。っていうので、ちなみにこれ、法人、僕さっき経費用のカードを持っていたんですけど、経費用のカードもこれデビットですね。はい。っていう感じで、まあ、財布の中身は、こう3枚カードが入っておりまして、で、まあ、お札があと、はい。まあ、ちょっと今たまたま2万円入ってるけど、まあ大体お札が、2、3枚入ってるっていう感じですね。で、もう本当にこれは非常用ですね。まあ、本当はもうね、現金持ち歩きたくない。できたらあんまり小銭とかも触りたくないみたいな人なんで、入れたくないんだけど、まあ、やっぱり日本どうしてもまだ現金大国だから、現金しか使えない飲食店とかありますし、まあ、万が一の災害時に備えてっていうので、一応お札は持ち歩くようにしてます。一応ここに小銭入るスペースがあるんで、この財布。入れようと思えば入れられるんですが、そうするとやっぱり財布が膨らんで、なんかブカブカになるし、スマホも重くなるしっていうので、小銭はもう極力使わない。で、玄関にこの書類ケースをさっき紹介したやつ置いてるから、もう玄関に帰ってきた瞬間に、もうここの小銭入れに突っ込んで、で、まあ、例えば、自販機で飲もうとか、スーパー銭湯行こうみたいな、やっぱ銭湯とかって結構小銭しか使えない場所が多かったりするので、まあ、そういう行き先の時だけ、もう事前に小銭を持っていくみたいな風にして小銭は扱っておりますね。で、これ実はさっきから紹介しているこの書類ケース、これ実はサコッシュです。これ、薄いお財布ショルダーっていう商品で、まあ、こう、サコッシュの中にこういう小銭とカード入れが、収納、一体化された商品で、ここに、さっき言った保険証とか、あと、普段、固定費の支払い用に使ってるクレカとか、まあ、そういったキャッシュカードとかを入れてますね。あと、これ僕2つ持ってます。まあ、これは法人用、会社用のカード、書類とか入れてる方で、こっちがプライベートの方っていうので、まあ、白黒グレーで使い分けて玄関に入れてるっていう感じ。てか、時計気になる。消すの忘れた。
で、続きましてこれ、鍵なんですが、これマンションのエントランス用の鍵ですね。で、僕の部屋用の鍵は持ってなくて、スマートロックでもうボタン一つで解除できるようになってるので、それで解除してるっていう感じで、財布の中はこんな感じ。で、こっからがメインの、スマホの中身っていうので、やっぱり現代の財布といえばこういうアナログの物理財布だけじゃなくて、もうスマホの電子決済が進んでるから、もうスマホそのものが財布といっても過言ではないっていうので、ちなみにこれ iPhone なんですけど、これホーム画面をノマドアイコンっていうこの300円で買えるアイコン画像セットを使って、カスタマイズしてて、モノクロになってるっていう感じなんですけど、で、僕1ページ目に LINE とかカレンダーとかスタメンアプリを1枚目に置いてて、で、2枚目に、たまにしか使わないアプリをこうフォルダ分けして、で、上にメモのウェジェットとか置いてるんですけど、ここにキャッシュレスっていう名前の専用のフォルダがあって、ここに PayPay、LINEPay、楽天 Pay、Suica とか入れてるんで、ちょっと順々に紹介していこうと思います。で、一つ目が PayPay ですね。もう日本で一番有名な QR 決済で、僕自身も愛用してますが、で、基本的にはさっき紹介したデビットカード、スイカ、QR 決済の順で優先順位つけて支払うようにしてますね。やっぱりカードで支払った方がやっぱりその明細が残るから、後でどこでお金使ったかっていうのをちょっと管理しやすいっていうので、カード支払いをメインにしつつ、で、次スイカ。やっぱスイカピッてタッチできるから、決済スピード速いから、極力スイカで支払うようにしてますね。電子マネー系だと。で、時点で PayPay 使ってますね。はい。で、続いて LINEPay ですね。LINEPay はこれ主に割り勘用です。友達と飲食店行って割り勘するときに、で、友達の LINE アカウントに LINEPay のお金を送金する、もうほぼ割り勘用のアプリになってますが、一応、PayPay と LINEPay って今同じ QR コードで両方払えるように共通化されてあるので、たまに LINEPay の残高が多いときに、普通に PayPay 使えるところで、LINEPay で支払うみたいなことはありますけども、はい。LINEPay は割り勘用アプリとして使ってて、で、楽天 Pay は僕さっき楽天デビットカードをお見せしたように、楽天ユーザーなので結構ポイント貯まるんですよね。なので結構ポイントがすごい溜まってる時とかに楽天ポイントで支払えるから楽天ペイを入れてるっていう感じですね。で、続いてはモバイルスイカですね。これで電車乗ってます。はい。で、続いてキャッシュっていうこれアプリなんですけど、これさっきのスマホ裏財布の一番上、僕ちなみに財布の上は一番このキャッシュを絶対置くようにしてて、カードの順番のこだわりというか、やっぱこのシルバーのこのナンバーレスカードが一番この財布のデザインと合ってるなっていうので、この財布のアプリ、ここで入金チャージしたり、万が一紛失した時はもうこのボタン一つでロックかけられたりっていうキャッシュのアプリ。で、二つ目がこれ GMO 青空ネット銀行のアプリ。これ会社の口座ですね。口座アプリ。で、続いてはエブリングというアプリなんですが、こちらですね。なんとこの指輪ビザタッチで払えるんですけど、スーパー、コンビニとか自販機でピッて支払えたり、あと家の鍵とかも開けられるんですけども、はい。この、入金、これも入金チャージする必要があるので、そのアプリがここに入ってるっていう。続いてはスターバックスカードアプリ。これめっちゃおすすめです。スタバ行く人は絶対にこれ支払った方がいいです。ぶっちゃけスタバって交通系とかペイペイとかクレカでも支払えるんだけど、スタバ通う人は絶対このアプリ使って、で、これ QR 決済でスターバックスカードを使えるんですよ。だから、これ使うとめっちゃポイント貯まるんですよ。で、僕もスタバ結構多い日1日2回とか行くんですね。だからもう僕、リモートワークで仕事するって決めた日は絶対スタバを2軒はしごするんですよ。ドリップコーヒー頼めばワンモアコーヒーっていう制度があって2杯目100円で注文できるんですね。で、これで支払うとポイントも貯まるし、で、そのモバイルオーダーで注文して、もうレジに並ばずにこれで注文して、でも決済、そのアプリ上でお金払って、で、しかもそのワンモアドリンクもこの中でもう一回100円で2杯目注文できるから、はしごできるし、レジも並ばなくていいしっていう。で、しかもポイントも貯まると。で、僕もスタバのポイント貯まりすぎて、1080ポイントぐらいあるんですけど、これ150ポイントで700円分のドリンク無料になるんですよ。だから700円のドリンクが今僕7杯無料で飲めるくらいすごいもう使いすぎてポイント溜まってるっていうくらいだとね、僕この黒いカードを誕生日プレゼントでいただいたものなんですけど、結構ね、ミニマリストの人へのプレゼントとかで結構迷ってる人多いと思うんですけど、僕これめちゃくちゃ嬉しかっ
たですね。もうめっちゃ記憶に残ってる誕生日プレゼント。っていうのもこのスターバックスカードのアプリの中のカードって、物理のカードをもらって、で、アプリに移し替えできるんですよ。だからこれ店舗限定のスターバックスリザーブっていう、中目黒の、紅茶専門のスターバックスのカードなんですけど、これがね、黒でかっこいい。普通のやつは結構茶色とか柄が入ってるんですけど、これはもう無地で黒でシンプルデザイン、ミニマルでかっこいいっていうので、なのでプレゼントとかで迷ってる方はこういうおしゃれでかっこいい店舗限定のカードをプレゼントするっていうのは結構喜ばれるんじゃないかなっていうので、スターバックスカードアプリめっちゃヘビロテしてますね。で、続いては楽天銀行ですね。僕、楽天銀行ユーザーなのでアプリが入ってると。で、続いてはこれ Apple Pay ですね。Apple Pay の中身はこんな感じで、モバイルスイカと、これエポスクレジットカードと、あとさっきのキャッシュと、予備のクレジットカードの LINEPay ビザカードですね。この4枚がこの中に入ってるっていう感じですね。で、続いてはこちら EX アプリ。これめっちゃおすすめです。新幹線乗る方。これスマート EX っていう新幹線のアプリで、新幹線乗る人も絶対これ入れてください。券売機に並ぶ意味わかんないっていうか、もう本当に券売機に並んで買ってる人いると思うんですけど、ここでチケット買えるし、こっちで買った方が料金も安いです。で、しかも、たまに、例えば僕、博多から東京ってよく行くんですけど、たまに、行き先間違えて、東京から博多、順序逆になったりする時ってたまにあるじゃないですか。そういう時ももう、ここボタン一つで、スマート EX だったら、もうわざわざ券売機に行ってすいません、ちょっと道間違えたんで、キャンセルでもう一回取り直してもらっていいですかとか言わなくても、もうここでボタン一つでポチって、キャンセル変更可能なんで、で、しかも、これモバイルスイカと紐づいてるので、ここで、新幹線のチケット買って、で、手持ちのモバイルスイカをピッてかざすだけでもう新幹線乗れるようになるので、なので、券売機並ばなくてもいいし、紙のチケットも出てこない。厳密にはモバイルスイカでピッてした後に改札から紙のチケット出てきて、どこの席座ってくださいとかの、確認用のカードは出るんだけど、少なからず新幹線の切符とか領収書は出てこない。全部デジタルで済ませられるので、このスマート EX は、もう新幹線乗ってる方はぜひ、もう今ね、特に感染症とかで人混み行くの良くないんで、はい、時短にもなる、節約にもなるスマート EX は紙アプリ。で、続いてはジェットスターですね。これ飛行機のアプリなんですけど、ジェットスター LCC 格安飛行機ですね。僕よく乗るんですけど、ローコストキャリアの略で LCC ですが、これ、モバイル搭乗券があって、これもう、モバイル上で QR コードで搭乗券出せるから、わざわざ券売機並ばなくても、もうスマホ上でピーって飛行機乗れちゃうので、これが結構ね、スカイマークとか別の業者だといちいち紙で発行しないといけないところあるんだけど、ジェットスター意外とそこら辺効率化されてて、もうモバイルでピッて乗れちゃったりするんで、結構使う人はこれおすすめですね。続いてはヨドバシカメラのゴールドポイントカードですね。僕、極力ポイントカードは持たないようにしてます。やっぱり財布の中身かさばるし、ポイントのために、ポイントの有効期限があるからとか、セールでポイント何十倍だからって言って、必要もないものを買わされてしまったりとかで、もう僕、ポイントカード大嫌いなんですけど、極力持たないようにしてるんですけど、ただ僕、ガジェット好きでヨドバシカメラよく行くんですけど、ヨドバシカメラで買うときさすがに 10% 還元があるので、この 10% 還元って額はでかすぎて、さすがにちょっと僕それを見過ごせるほどブルジョワな生活を送ってないので、なので、電子化してるっていう、物理のカードではなくて、この電子化してる。ビッグカメラもそうですね。ビッグカメラも 10% つくので、両方とも、ポイントカードは極力持たないようにしてるけど、どうしても必要な場合は、このアプリで電子化するように心がけています。で、続いてが、快活クラブですね。快活クラブっていうネカフェがあって、そこで漫画読んだり、たまに仕事、リモートの個室があるんで、打ち合わせしたりするんですけど、僕テレビ見るときとかもう家にテレビがないので、快活クラブに行くと、で、ネットカフェのパソコンって、地上波のアンテナ繋がってるから、テレビ見れちゃうんですよね、パソコンで。っていうので、どうしても例えば僕が出演した番組とかで、もう家の、例えば TVer とかにも対応してないみたいな番組を見たいときは、もうね、カフェに行ってテレビを見に行ってるっていうので、結構快活クラブのこれ、入会書、この QR コードですぐピッて入れるので、このアプリ入れてますね。で、ブックオフ。僕結構書籍、電子書籍で読むようにしてるんですけど、紙の本でしか売ってない本は買ってすぐ売るっていうことを心がけてるんですが、ブックオフに売りに行ってますね。で、ブックオフって売ったお金をキャッシュレスで
振り込んでくれるんですよ。PayPay とか LINEPay とか振り込んでくれて、で、しかもほら、基本、中古ショップに売りに行ったら、査定終わりましたっていう電話が来て、いちいちお店に戻って、なんか現金受け取ったりする必要があるじゃないですか。もうその手間もいらない。ここから登録してキャッシュレスに振り込んでもらえば、その手間も行く必要もなくなるからっていうので、往復しないで済むので、ということで、ブックオフのアプリを入れております。で、これ、マネーフォワードです。マネーフォワード何かっていうと、キャッシュレスのアプリを全部一元化して、家計簿にしてくれるアプリです。そう、いろんなカードとか銀行口座をまたがってると、いちいち、どこで何を使ったかっていうのを、アプリごとにまたいでいかないといけない。このマネーフォワードだったら、もう全部のアプリの明細がこのアプリの中で確認できてすごい楽っていう。で、あと自分の預金残高って、例えば楽天銀行とか、SMBC の銀行とか、で、あともっと言うなら、仮想通貨とか、株、積み立て NISA で投資してるとか、で、あともっと言うなら楽天ポイントとか、僕楽天ポイントとかって多い時マックス10万円ぐらい持ってましたけど、結構もうポイントもいわば現金と一緒じゃないですか。1ポイント1円に使えるから。っていうのも、ポイントまで含めて全部自分の資産がいくらあるかっていうのも、このマネーフォワードだったら、パッと表示してくれるので、これは本当にもう現代で欠かせない家計簿アプリになってますね。はい。で、続いてはこれ SMBC の、銀行口座アプリで、この中に120万円眠らせてます。これはもう1年分、もう何かあった時の非常用の、1年分の生活費、僕の生活だったらこれくらいの金額あればどうにかなるかっていうので、これは絶対に切り崩さないし、これ以上のお金ももう極力貯めない。もうそれ以上のお金はもうなんか旅行に使うとか、それこそ投資に使うとか。なので非常用のお金はこの SMBC のところに突っ込んでるっていう。こっちをメインの口座にしとけば多分 PayPay とかもいけたんだろうけど、もうね、ちょっとわざわざ切り替えるのもめんどくさいから、あと楽天ポイントとかも結構あるんで、楽天に囲まれてますけども。はい、一応サブの銀行としてこの SMBC の口座がありますと。で、最後、こちら、ビットフライヤー。これは仮想通貨のビットコインとか持ってるので、それ管理する用のアプリと、で、続いてがローチケ。これローソンチケット。アーティストのライブに入るときとかに、今もう紙のチケット廃止で結構デジタル上で入場するアーティストさんのライブ増えてきてますけど、最近ローチケ使って入ったアーティスト、僕の場合はYOASOBIさんとか、ヤマさんとかのライブ行ったとき、このローチケだったんですけども、という感じでチケット用アプリにローチケを入れてます。で、最後がこちら。スマ口座も、これ、さっきも説明したんですけども、キャッシュレスチャージ入金専用の銀行口座。別にキャッシュレスの入金だけじゃなくて、例えば口座引き落とし、携帯料金の引き落としとか、クレカの引き落としでも全然使える。普通の口座なんだけど、キャッシュレス入金チャージに特化した銀行口座。で、さっきも言ったんですけど、これ本当にサブ口座としておすすめで、もう印鑑書類送らなくてもいいし、もう顔認証だけで、最短翌日、僕の場合3日ですぐ。で、しかもこのスマ口座なんと開設するだけで今なんと現金1000円分もらえますし、給与振込とかキャッシュレス決済用に使うと、またプラス500円使うので、実質1500円がもらえるっていう結構お得なキャンペーンもやってるので、ぜひ概要欄から申し込んでいただきたいんですけど、で、このスマ口座、入会したら1500円もらえるだけじゃなくて、他にもメリット3つございまして、で、1つがさっきも言った、1回チャージするたびに5円返ってくる。1000円以上のチャージで5円返ってきて、マックス毎月500円返ってくるっていうのと、で、2つ目が不正利用された際の原則全額保証っていうので、やっぱりインターネットバンキングとかで不正利用された時に、一応保証がついてますよっていうのが2つ目のメリットで、で、3つ目が手数料の優遇ですね。取引状況に応じて、ATM 手数料が0円になりますとか、振込手数料も0円になりますよといった具合に、結構本当にこれ、キャッシュレスの入金チャージ用のサブ口座としておすすめなので、概要欄からチェックしてみてください。ということで以上、僕の愛用キャッシュレスサービスまとめと、財布の中身まとめでした。こういうどんな財布使ってるのとか、どういうカード使ってるのっていうのも改めて概要欄に全部リスト化してあるので、こちらもチェックしてみてくださいという感じでご視聴いただきありがとうございました。ではでは。